不動産屋さんの怪談です。これは2007年の5月に岩手県にある座敷わらしが出ることで有名な旅館に私と妹と妹の娘の3人で泊まりに行った時の話です。その旅館は緑風荘というのですが、2009年に火災で全焼し、今は新家屋になっているそうです。私たちが泊まったのは火災の2年前の古い緑風荘でした。座敷わらしが出る部屋は円樹の間というのですが、お宿のご主人がその部屋以外の宿泊客のために円樹の間の宿泊客の了承を得て1時間だけ内覧できるように取り計らってくれました。内覧には10人ぐらい集まっていましたが、ご主人の一通りの説明が終わったらみんな一斉に写真を撮り、私たちは妹がデジカメで部屋のそこら中を撮っていました。その時撮った写真の一部がこれなんですが、大きなオーブが床の間に出ているのがわかりますか？矢印で示したのがそれです。また下に小さいオーブも2つ見えますね。ところがちょっと興味深いことがありました。妹の撮った写真にはどのアングルでもオーブが写っており、その半分近い写真にはまるで雪あられのようにたくさんのオーブが写っていたのです。彼女と他2人ぐらいの人の写真にはちゃんとオーブが写っていたのですが、でもそれ以外の人は1枚もオーブを写すことができないのでした。全く同じタイミングで同じアングルにもかかわらず、一部の人だけオーブが撮れて他の人は全く撮れていないのです。カメラのクオリティとかもあるかと思いますが、それにしても奇妙でした。その後私たちは食事を済ませ温泉に浸かり、部屋で3人とも布団に入って寝転がりながらテレビを見ていました。しばらくして確か夜の8時半ごろでした。妹がお腹が痛いと言い出したのです。最初私はただの食べ過ぎか腹下しだろうと思っていました。妹も少し休めば治るだろうと思っていたようです。ところが良くなるどころかどんどん痛みが強くなっていき、痛い痛いと言い出したのです。なんとか我慢している様子でしたが、小1時間が過ぎたあたりで妹は食べ物を戻し始め、失点抜刀苦しみ出したのです。さすがに私も妹の娘もこれは尋常ではないと思い、旅館の人に近くの救急病院を教えてもらおうと思いました。すでに11時ごろを回っていたのですが、旅館のおかみさんに事情を説明して結局救急車を呼んでもらいました。妹はすぐに県立の二戸病院に運ばれて、まず点滴をし、血液検査や CT スキャンなどの一通りの検査を受けました。医師からは腹痛が起きた前の状況を詳しく聞かれたので、旅行中で緑風荘に泊まっていることを話すと、気のせいか一瞬医師も看護師もハッとしたような反応をしたのを覚えています。ところが妹はあれだけ苦しんだにもかかわらず、検査の結果どこも悪くないのです。食中毒でもアレルギー反応でもなく、結局原因は不明のままでした。妹はその日は入院し、次の日の朝、タクシーで一人で緑風荘まで戻ってきました。妹は昨夜の激痛は何だったんだろうというくらいケロッとしているのです。笑みを浮かべて昨夜世話になったおかみさんにお礼を言いに行くくらいに回復していたのです。本人も一体全体何が起きたのかわからないという感じでした。その後10年ぐらいしてから、つまり今から4年ぐらい前でしたが、とあるネット番組にこのエピソードを紹介したのですが、緑風荘の円樹の間で撮ったオーブの写真も4枚ほど投稿しました。その時には写真にはたくさんのオーブが写っていたのをはっきり覚えています。ところが今回この話をするにあたり、またそれらの写真を見たところ、ほとんどの写真からオーブが消えていたのです。なんでなくなっちゃったの？
私は驚愕しました。よく見ると少しわずかに薄く写っているものもありましたが、ほんの4年前ははっきりたくさんのオーブが写っていました。先ほどのオーブの写真はそのわずかに残っていたオーブが消えていない写真なんです。ほとんど消えてしまった写真の一部はこれなんですが、わずかに少し見えるのがわかりますか？これではよく見たら白い丸いものが少し見える程度ですよね。写真自体が全部色あせているならわかるのですが、写真の他の部分は全く以前と変わらないクオリティなのです。こんな妙なことってあるのでしょうか。写真のオーブだけが消えてしまったのです。心霊写真は変わると言いますが、火災でもう亡くなった家屋の部屋ですから、時間とともに写真の中の霊も少しずつ新居に引っ越しているのかもしれませんね。今となっては全てのデータを消去してしまったことが残念です。ところで妹がひどい腹痛に襲われたことですが、4年前のあのネット番組では有名な霊能者さんが妹さんは座敷わらしにお腹を踏まれたのでしょうと言っていました。ただ妹はなぜかあの後体の調子がすこぶる良くなったそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録でぜひ過去の動画もご覧ください。